嵐吹く予感に似たり、海洋堂アメイジング山口から超人竜はやぶさの紹介です。忍者龍剣伝および忍者ガイデンというゲームの主人公キャラクターですね。これもめっさ楽しみにしてましたね。で、オンラインショップ限定の特典もね、紹介していきますよ。では、開けていくぜ。その前にごめんなさい。一言だけちょっといいですかね。この竜はやぶさを演じられている声優の堀秀幸さんね。堀さんって、なんかめっちゃ忍者声じゃないですかこれ共感してくれる方いらっしゃいますかね。なんかね、忍者キャラを堀さんが演じるとめっちゃ忍者になるんですよ忍者になるんですよ。本当にもうごたくはいい。さっさと開けてけよほんまに。よっしゃ、どんな感じでしょうかね。ゾワッと。よしよしよし。おお、よし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 。出てこい出てこい。ざっと。おー、かっこいい。お、かっこいい。よし、ではね、中身の方すべて取り出していきたいと思います。では全体から見ていきましょう。いやー、めっちゃかっこいいですね。忍者ガイデン2というゲームの竜はやぶさのフィギュアからしいんですけど、自分はね、そのゲームの方はプレイしたのはしたんですが、なんかすぐやめてしまった記憶がありますね。面白くなくはなかったんですけどもね。なので、フィギュアとしての再現度はいかほどのものなのかちょっとわかりませんけども、自分的にはね、デッド・オア・アライブというエロ格闘ゲームがあって、それ大好きでめっちゃプレイしてて、なんでそっちの印象の方が強いですよね。特にね、Xbox でデッド・オア・アライブ2、3と、あとタッグのやつか、それらは結構やり込みましたね。衣装がなかなか集まらなかったのって2でしたっけ？あとタッグ技がね、えぐくてかっこいいのが多かったですね。いろんなキャラの組み合わせでバリエーションがあってね。忍者龍剣伝は別として、コスチューム的にはどの作品のはやぶさとも大差はないと思うので、その辺コーデする必要がないのが嬉しいですね。頭部に寄ってみると、素顔は覆面でほぼ見えないんですが、これぞ竜はやぶさ。頭巾のこの特徴的なここは針金と言えるのか？この辺のモールドが細かく造形されていて、銀色の塗装も金属感があって素晴らしいですね。塗装漏れも一切ありませんね。で、ほとんど見えない目なんですけど、眉毛が造形塗装ちゃんとされていますね。今回も眼球移動ギミックがあって、いろんな目線で楽しめます。アメイジング山口らしい筋肉量はあるものの、アメコミキャラよりは少しスマートに、マフラーは別パーツでなびいたような造形で躍動感がある。コスチュームの忍者装束は、装束というよりボディアーマーのよう、各部留め具がしっかり造形塗装されていて、塗装漏れとか全くなしですね。ガントレットの留め具もしっかり造形塗装されている。幾分スマートな上半身に比べ、下半身の方はがっしりとした筋肉造形が素晴らしいですね。ガントレット同様、レガースの方も留め具などしっかり造形塗装してありますね。で、太ももにある区内なんですけど、これは引き抜くことは叶わぬ。ただ、留め具もろとも取り外すことは可能。可動範囲いきましょう。アメイジング山口のレビューの時は毎回言ってるんですけど、可動箇所の説明よりも動いているのを見てもらった方が説得力あると思うので、頭部上はここまででうつむきできて、このようにぐりぐり傾き取れて、おなじみの肩甲骨可動がありまして、肩の方はダブルリボジョイントですね。それらを活かすと、こんなような可動ができて、肘がここまで曲がって、手首もリボジョイントですけど、ガントレットが干渉して、この辺ちょっと狭いかな。で、胴体の方は、ここまでいけて、うつむきここまでいけて、肩向きもね、ぐりぐり取れて、マフラーはこのように動きまして、で、股関節に引き出し機構はなしで、前はここまでで、後ろへはここまでできて、太ももに見栄えと可動を両立させるモノシャフトドライブがありまして、このように稼働しまして、股割りがここまでできて、
膝がここまで曲がって、このレガースのここでね、可動があります。これね、結構便利なんですよね。足首後ろへはこうで、前はこうで、つま先あって、傾きも取れる。付属品いきましょう。まずは、龍剣という名の忍者刀。刀身が綺麗に塗装されていて、柄の方も特徴的な赤できちんと塗装されています。鞘の方に納刀可能なんですけど、この辺擦れは注意の必要はなさそうかな。で、このリボジョイントでフィギュアの背面に取り付けることができる。こちらは鎖鎌。鎌の方には蛇が絡んだような造形がされていて、これかっこいいですね。プラ製ではなく軟質なんで、この辺取り扱いしやすいですね。チェーンの方はリアルチェーンで固定されていないので、この辺ちょっと遊びづらいかな。で、殺傷能力高そうな分銅。こちらもね、軟質素材で作られています。手足に装備する武器、広角猛禽装という、前腕部からとレガース部から丸々付け替える仕様ですね。で、自分のはね、この足のパーツ、左足の甲にあるはずのパーツが不足してるんですよね。外れ引いたのか。これ残念無念。すり剣が2枚。そしてこれがオンラインショップ予約限定の邪神剣。刀身には赤くまがまがしい刃文が見える。これは造形ではなくプリントですね。ゲーム未プレイなのでどういう経緯で登場し、そして再現度的にはどれぐらいなのかわかりませんが、先に紹介した付属品の出来の良さを見るにつけ、その辺をして知るべし。手首パーツはこのような感じになっていて、これだけが左右非対称なんですね。同じ指立てでも少し造形違いますね。サイズ比較、フィギュア2仮面ライダー真骨頂新1号と、マーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。はい、終わります。今回もありがとうね。バイビー。